はい、どうも、料理人 VTuber の高見人でございます。ということでね、今回の料理の方はこちら。はい、ブルーテデュバリーでございます。で、こちらのね、ブルーテデュバリー、現在のね、レストランのメニュー名で言うと、カリフラワーのポタージュだとか、カリフラワーのスープなんていうね、名前で見ることは非常に多い、料理だったりはするんですけども、こちらのね、古典の大傑作であります、ブルーテデュバリー、もう今回はね、もう先輩たちに叩き込まれたね、もので、皆さんにお見せいたします。で、こちらね、基本的に、ベシャメルソース、せーの、ドン。はい、こちらですね。こちらの作り方がしっかり、理解できていれば、もう全く何らね、難しいものではありません。もうすべては、このベシャメルにすべてぶち込まれている、ものになりますので、技術的なところはもうほぼここで、解決できますので、まずここがね、できれば何ら問題なく作れるのがこのブルーテデュバリーでございます。ではね、早速作り方の方行ってみましょう。それではね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドーン。はい、では材料の紹介です。今回ね、こちらカリフラワーご用意しました。長野県産のカリフラワーになります。はい、こちらポアロになりますね。ない場合は長ネギで代用してください。で、こちらセルフィーユですね。少しだけ使いますのでご用意ください。で、こちら卵黄、バターですね。で、こちら薄力粉ご用意ください。で、生クリームです。で、こちらがフォンドボライユご用意ください。はい、ではポアロの方なんですけども、こちらのね緑色の色がきついところはもうこちらね外してしまいます。で、こちらの方はね、煮物等々で使っていただいて結構です。で、こちらのね白いところを使っていきます。こんな感じにしていただければ OK です。で、カリフラワーの方はこちらね根元のところをスパッと切っていただくともうねこんな感じで取れますので、こちらのね房に分けていきます。で、こんな感じで大きくまず房に分けていただいて、で、逆に小さいものも少し取っておきます。こんな感じですね。で、バターをからね、分量分まず炒めていきます。で、そこにポアロですね。弱火にしていきます。この時今火は強かったんですけども、ぐっとね、押さえて弱火にして、ここからじっくり炒めていきます。その時に少しだけね、塩を入れて炒めていきます。そして、水分がねしっかり出てきたところでこの薄力粉ですね入れていって、ここからしっかり火を入れていきます。ここはねもうベシャメルと一緒でしっかり粉に火に入れていきます。すごい大事な工程になりますので、どうしてもこのポアローが入っている場合ですね、こういう粉が鍋底にね、こうつきやすいですので、それはしっかり剥がしていくように、こうね木べらを当てていってください。この時の、木べらの当て方はもう基本的な動作と全く一緒になります。で、しっかりね粉に火が入りましたら、ここで今度ボライユ入れていきます。これも一気に入れるのではなくて少しずつ入れていきます。ここもねもうベシャメルと全く一緒になってきます。で、全体に馴染みましたら、またこちらにねフォンドボライユを入れていきます。これを少しずつ繰り返していって、少しずつ量を増やしていくっていうところですね。ここはもうベシャメルと全く工程は同じになってきます。焦らずじっくりやってください。で、ベシャメルと違ってポアローがありますので、若干ね、やりづらさはあるかもしれないんですけども、ここもね、落ち着いてやっていただければ何らね、難しいことはありませんので、少しずつね、こう合わせていくようなイメージで練っていただければ OK です。で、またここねフォンドボライユを入れていきます。ここまで来ればね、もう大体、このねフォンドボライユを入れていく量は増やしていっても大丈夫です。
こんな感じでね、すべての分量をしっかり入れて、溶いて、で、鍋肌にあるものもね、ゴムベラできれいに取ってあげてください。そうしましたら、カリフラワーの大きい房の方をまず全部入れちゃいます。で、ここから、火をね、入れていきます。で、沸いている時に、沸き始めたらですね、こうやってアクが出てきますので、しっかり取ってあげてください。で、大体15分火を入れていきます。ちょっとね、15分の間でちょっと火を見ていくって感じですね。で、小鍋の方にですね、水を入れて沸かしておきます。で、沸いたらそこにお酢を入れて、でね、火をぐっと弱めます。で、小さくね、カットしてあるカリフラワーの方を、こちらね、火入れしていきます。だいたい1分半ほど火を入れていきます。で、火を止めまして、それをざるにあげちゃいます。で、あげましたら、こちらね、キッチンペーパーの上に乗っけて、水分を取って、おか揚げ状態にしておきます。こちらのカリフラワーはね、このおか揚げで、余熱でね、火を入れていくっていうイメージになります。はい、今だいたい10分ぐらい経ったところですね。もうカリフラワーにですね、かなりしっかり火がもう入ってますので、ここで一旦止めました。はい。で、ハンドブレンダーで、こちらね、潰していって滑らかにしていきます。もしね、バイタミックスなんてあったらもう使っていただいたら最高ですね。で、ここでシノワでしっかりこして滑らかにしておきます。こんな感じですね。で、使う分量を小鍋に移して、今からね、リエしていきます。こんな感じですね。で、そこに卵黄と生クリームを足していきます。はい、これはですね、これからね、使う分量だけ、こうリエしていくために、卵と生クリームを合わせているっていうところですね。こちらのね、ブルーテに関しましては、もういただく直前に、このリエをするっていうところになりますので、必要分だけ、こちらね、必ずリエの液体を入れていってください。で、ここで味決めのお塩。本当に少々で大丈夫ですね。で、温めた時にですね、周りの縁がふつふつふつと言った時に、大体その時に、このブルーテですと、大体70度前後になります。こちらですね。で、この温度帯が一番ベストのところで、リエの液体を入れていきます。で、よくここで攪拌してあげて、で、こんな感じに、ね、なっていただければ OK です。いいですね。では、盛り付けです。でね、もしこういった形で、セルフィーユのね、オイルなんか作った場合は、そういったものでもいいかなとは思います。ただ今回は、古典にのっとって、こちらのね、セルフィーユをそのまま乗せていきます。では、こんな感じで。ブルーテ・デュバリー、いかがでございますでしょうか。では、実食です。じゃあいただきます。ちなみにですね、スプーン使うときにこういってこうすくう方と、あと普通にこう皆さんね、ご家庭でもやってるこうあると思うんですけども、こっちがイギリス式でこういってすくう方がイギリス式で、こっちから普通に皆さんいつもこうご家庭でもやられてる方なんですけど、こっちはフランス式なんですよね。で、イギリス式の場合は本当にイギリス人の方と食事された時とかビジネスマナーの時に、イギリス式のこういう手前から奥へすくうようなやり方で OK なんですけども、普段のね例えばフレンチの中で、ご会食されたりとかっていう場合の時には、基本的に普通にこういう風に
言ってもらって大丈夫ですので、はい。ですので、ビジネスシーンだったりとか、イギリス人の方とこうお食事されるなんていう時は、そういうふうに、意識していただけたらということで、いただきます。いや、もうこれっすよね。もうマジで。うまい。ほんとうまいな。あっという間になくなっちゃいますね。美味しいです。非常にこのカリフラワーをもうね、丸ごと美味しく召し上がる最高のね、ブルーテになります。こういったね、ブルーテのものは他にもね、いろいろご紹介したいと思いますので、ぜひぜひね、今後も楽しみにしていただけたらなと思います。ぜひチャレンジしてみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ブルーテ・デュバリーでございました。で、ここからはね、専門的なお話をしたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、まずはですね、こちらのブルーテ・デュバリー、作るところの、工程のところでの細かいお話をね、ちょっと順次お話ししていこうかなと思っております。はい。はい、ではね、まず、カリフラワーの下処理のところからまずお話ししたいなと思います。で、こちらのカリフラワー、カットしたらすぐ火入れをするっていうことで覚えておいてください。で、なぜかということなんですけども、カットして放置すると当然活変してきますので、基本的にカリフラワーというのはカットしたらすぐに火入れするというものの食材であるということで、まず頭に入れていただきたいなと思います。で、なぜ早く火入れをしなきゃいけないのか。ここにはですね、この油中特有のですね、特徴があります。で、こちらのね、カリフラワー油中になるんですけども、皆さんね、よく知っているところであれば、キャベツなんかもね、油中で、芯のところにですね、すごい匂いが、あるんですよね。で、これが、硫黄臭ですよね。加熱すると、この香りがしてくるっていうところで、この香りをできるだけ出さないように、温度帯をすぐに通過させなきゃいけないっていうところで、80度までできるだけ早く火を入れてあげなきゃいけないっていうことになってきます。で、まずそこまで覚えておいていただければ、OK なんですけども、ちょっとね、マニアックにちょっとガチに解説させていただくんですけども、まずですね、この硫黄臭の原因っていうのが、グレコシノノールっていう、ちょっとね、舌噛みそうな、物質にはなるんですけども、これがですね、酵素と、反応するとですね、この硫黄臭を、出してくるっていうことなんですよね。で、これが、だいたい40度から60度。じゃあ、60度を超えてしまえば、それ大丈夫なんですかっていうことなんですけども、これが基本的に、80度を超えると、酵素自体が、失活するんで、匂いをね、そこで落ち着くんですがですね、そこからですね、ある程度の加熱をずっと続けていくとですね、このカリフラワーにおいては、硫化水素がずっと出てきます。これは、加熱時間に比例して、増強してくるっていうものになるんですよね。ですので、カリフラワーっていうのは常にですね、火入れ状態を確認して、もうね、しっかり火が入ってると思えば、もうすぐにそこを火を止めて、過加熱にならないようにするっていうのが重要になってきます。ですので、私は最初15分タイマーで設定してましたよね。あれは皆さんに分かりやすいように、一応15分ってやってるんですけども、途中でね、何回も火入れを確認していて、もう10分過ぎたところでもうしっかり火が入っていましたので、あそこで止めて、あそこでは10分っていうところでお見せしたっていう、流れになります。はい。ですので、カリフラワーの火入れっていうのはあまり舐めない方がいいです。これはですね、本当に先輩たちに本当に叩き込まれまして、職場でもですね、もう先輩たちの鼻が本当にもう化け物レベルですごかったので、お前それ火入れすぎだってすごい言われてたのでね、それぐらい、この、カリフラワーの火入れっていうのは、非常に、重要なところになってきます。こちらのね、ブルーテデュバリーにおいても、かなりの部分を占める下処理の大事な部分になってきますので、ぜひね、覚えておいていただけたらなと思います。はい。
ということでね、先ほど、お話ししました硫黄臭のところなんですけども、一つ注意点がありまして、煮込む際は鍋の蓋をしないでください。してしまいますと、ここのね、硫黄の香りがもう全体に回ってしまうっていうところになりますので、蓋はしないで、このね、カリフラワーは、火を入れをしてあげてください。はい。でですね、この話をしますとですね、当然うちのリスナーさんめちゃくちゃ勘が鋭い方々だらけですので、もう先にですね、もうちょっと先手を打って説明しておこうかなと思うんですけども、まずですね、こちらカリフラワーというのに、カリフラワーブリゼっていう料理があるじゃんっていうね、当然、ツッコミ来るだろうなと思ってますので、先にね、ちょっとお話ししておこうと思うんですけども、当然、古典のレシピだったりとか、ビストの方のレシピには、シューフルブリゼが、存在しますよね。で、これはですね、単純に、水とか、軽めのフォンとかで、当然ブリゼにしてるっていうことはないと思います。褐色のフォンだったりとか、ベーコン、タイム、ローリエ、そしてバターですよね。ここら辺を使って必ず、このカリフラワーの硫黄臭を肉の旨味だったりとか、ハーブだったりとか、燻製香で徹底的にマスキングするっていうのが、このシューフルブリゼの、基本的なレシピだと思います。ですので、基本的に、マスキングしてやってますよってところです。もう一つは、ブリゼの際に、ローストすることがあると思います。カリフラワー自体をローストしてから、ブリゼにする、焼き色つけるってところですよね。これはですね、マイヤール反応って、ちょっとね、専門的なお話をするとそうなんですけども、この香ばしさで、硫黄臭を覆い隠しているっていうところでも、実は、この2つは、のやり方っていうのは当然、シューフルブリゼとして、成立しているやり方になります。当然ね、ここはブリゼにしますので、蓋をするってところがあるので、多分ね、そこら辺突っ込んでくるんじゃないかなと思って先手を打ちました。今回は。ということで、そういうところで覚えておいていただけたらなと思います。はい。そしてね、歴史のところのお話ちょっとさせていただきたいなと思います。まずですね、この、カリフラワーにおきましては、当然ね、非常に高価な食材だったっていうところのお話からになってくるんですけども、まずこのカリフラワー自体はどこが原産かっていうと、こちら、トルコ付近だったりとか、キプロスを原産と言われてるんですよね。で、16世紀に、大体、イタリア経由でフランスに持ち込まれたっていうものになるんですけども、当然、このね、フランスの、方では、北フランスの方では、結構涼しい気候になるので、栽培するのがですね、非常に困難だったんですよね。ですので、これが、ほぼ、イタリアからの輸入に頼っていたっていうところなんですよね。で、そこからですね、王立農園の、温床栽培っていうところの、品種改良だったりとか、栽培技術がどんどん研鑽されていって、ルイ15世の時代ですので、18世紀半ばですよね。この頃にですね、宮廷の食卓に、安定してね、供給されるようになったっていう、流れがあります。ですので、なんとですね、金銀に匹敵する価値があるっていう、もう食材だったみたいですね。はい。で、そのカリフラワーの、形状の、美しさだったりとか、あと白さですよね。これがですね、美意識の高い、宮廷の方々の、憧れの食材っていうところで、非常にね、強い親和性を持っていたっていうところの、ものが、カリフラワーっていう食材だったりします。はい。はい。ではね、このカリフラワーと、このデュバリーさん、なんでね、つながるかっていうところなんですよね。で、先ほどお話ししました、ルイ15世、ですよね。ルイ15世の、公式の長期であったっていうところなんですよね。で、このデュバリー夫人自体はですね、庶民出身なんですよ、実は。で、ものすごい美人だったみたいですね。で、ものすごい美人なんですけども、センシビリティを持っていて、でですね、なんとですね、このルイ15世の晩餐会、もう本当にプライベートな晩餐会なんかでもうすべてね、彼女がプロデュースしたっていうぐらいなんですよね。で、お抱えの料理人に様々なね、この洗練された料理を次々作らせていってですね、ルイ15世をだけじゃなくてですね、晩餐会にいらっしゃった方を非常にもてなしたっていうところで、非常にね、有名な方なんですよね。はい。
そしてですね、そのカリフラワーをもう非常にね、好んで使っていたっていうところもあるんですけども、そこからですね、彼女の肌の白さだったりとか、装いの洗練さ、そしてね、繊細な味覚だったりとかっていうところで、料理人たちによって、彼女のね、名前で、デュバリー、カリフラワーを使った料理っていうのを、デュバリーっていう言い方に、こう名前が冠されるようになった。その中の代表格であるのが、このブルーテ・デュバリーっていうスープになりますね。はい。以上はね、ブルーテ・デュバリーのご紹介でございました。こちらね、実食の時にも、ちょっとね、軽くお話はしたんですけど、スープの飲み方で、イギリス式、フランス式とかっていうところあるんですけども、詳しく言うと、もっといろいろあるんですけどね、私はあんまりこのマナーに関しては、あまりこう言いたくないんですよね。というのが、基本的に私、フランス料理を、こう、食事として、ご利用していただくときは、基本的に、周りの方々に、奇怪な目で見られないような食べ方をしていただければ OK かなと思ってる人間ですので、ここでですね、よくマナー警察の方が、いや、それは違うとかっていうのは、私はね、わかった。とりあえず一旦置いとこうみたいな感じの人間ですので、そこはですね、一番私がやっぱり重視しているのは、こう、もう召し上がるときに、周りの方々に不快に思われないような食べ方であるっていうことがまず大事です。ですので、そこさえ守っていただいて、あとはその食事を楽しむ。そこが一番の重要なところになりますので、あまりこのマナーがどうのこうのっていうところでガチガチになって、フランス料理というものを食べてほしくないっていうのが私の本音です。はい。もちろんね、その中にマナーというのは当然あるんですけども、ガチガチでマナーで固めて、食べに来るのは、私はね、そういった、こう、肩肘張った、食べ方よりかは、リラックスして、そのお客様同士での会話を楽しんでいただいてっていうのが主であって、料理はあくまで添え物である。もう、そのね、コミュニティをね、一番大事にしていただきたいなという精神でやってますので、できるだけね、楽しんで、食事とその会話をね、こう楽しんでいただけたらっていう食事をご提供できたらなっていうのが私の本心です。はい。そしてね、いつも熱いメッセージ、ハイプでの応援、高評価、チャンネル登録、いつもありがとうございます。本当にね、もう皆さんからのね、熱いメッセージやもう元気もらって、楽しくやらせていただいております。引き続きね、皆様からの熱いメッセージ、ハイプでの応援、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。